ポキ。こんにちは。このネフロレピスフラッフィーラフルズを植え替えした動画が去年の6月の上旬だったので約1年経ちました。その動画もまた見ていただければと思います。最近は園芸店の方でホームセンターもそうですけどネフロレピスとかアジアンタムが並び始めたので、そろそろそんな季節だなと思いまして、今日はネフロレピスシダアジアンタムにしてみました。もちろん有益な情報はゼロなんですけど、どんな感じかだけ話してみようかな。ネフロレピス難しいとか、あとはアジアンタムもうまくいかないっていう風によく言われていて、私もその苦戦してる一人なんですけれど、これがツデーだったっけ、なんだったっけ、うちに来て3年目に入るので2年間いるのかな。ちょうど622で絶対っていう感じでやっていた時期だったので、622で初めて植え替えした時になかなか根っこが定着しなくて、あと私の水やりの仕方も多分下手だったと思うんですけど、最初葉っぱが 2,3 枚をずっとねちょろ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 みたいな感じでキープしていたんですけれど、ようやくそこから1年経ってわっさりしてきて、無機質で622オンリーでやった感想は、定着までにとても時間がかかったので、植え替えをしたその1年目はみすぼらしい感じ。無機質でやってやはり冬はとっても強かったです。根鉢なのでこれはこのまままた無機質の用土を加えて鉢を大きくしようと思います。ついこの間かな、これは動画で植え替えをしていて初めてココメディアという土を使ってやったものなんですけれど、最初植え替えした後はガクンと調子が崩れますね。私の場合は特に根っことかもきれいに洗って植え替えをするので、その分ダメージが大きくて、ちょっとボロついてますが、よく見ると新しいね葉っぱも展開してるので、無機質の時に比べるとあんまりガクンとまでは調子は崩さなかったっていう感じかな。もともと大きな株を選んでスタートしてるので、その分株自体も強かったっていうのもありますし、1年も経たずして復活しそうな予感。あとココメディアですけれど、他の有機質の用土に比べると乾くのが早いので、個人的にはとっても嬉しいです。有機質で私が下手くそな部分というのは、水やりのタイミングがわからなくてべっちょべちょになっちゃうっていうので、根腐れとかって起こしてしまう私にとって、有機質で乾きが早くてジャブジャブ上げて乾きが早くてっていうのはとてもありがたいなという印象です。そしてこれが1年前に動画で植え替えをしている用土が無機質プラスベラボンプレミアムでブレンドしたもので、ようやく2年目に入ったのかな。2年目突入です。見ての通り茶色くなってるところは下からカットしていくんですけれど、この1年ね一番しんどかったかな。このシダ系の中で一番しんどかったのはこの頃でしたね。ちょうど6月に植え替えをして、その後夏に入ったんですけど、夏がね置き場所がこのクーラーの効いた部屋だとあんまりだったので、北側の廊下の方でクーラーのないとこだと暑すぎてジナーンってなったりとか、置き場所問題もありつつ、あと水やりの回数も多かったっていうのもあって苦戦はしてました。そんな中ね、私は早く根が下の方まで張ってしまえば
そこから腰水管理ができると思ったので、夏ぐらいかな、夏明けた、残暑の頃ぐらいかな、9月ぐらいだったかな、根っこがあっという間に下の方まで来たので、今音がしてたと思うんですけど、常に腰水管理っていうものに変えてからは傷むことはありましたけど、新しい葉っぱはね冬の間もじゃんじゃん出てたので、ようやく安定したかなと思っていたんですが、常に腰水管理をしていたところ、下の方のベラボンプレミアムが劣化が始まってるみたいで、ぐじゅぐじゅべちょべちょ、あとこう近くにね顔を持っていくとちょっと匂いがするかな。なのでこれはこっちと同じくココメディアに植え替えをしようかな。本当はねこんな感じで3年目2年目に入っても植え替えせずキープ維持っていうのが理想だったんですけど、ベラボンプレミアムの劣化がね気になるので植え替えをしたいと思います。今の言い方だとベラボンプレミアムが水に弱いとか水で劣化が早まるみたいな感じになっちゃったんですけど、私の管理の方法が雑いっていうだけなので、決して商品をディスったわけではなくて、私が腰水管理をしていたら下の方のベラボンがぐちゅぐちゅになっちゃったっていうお話なのでね、使い方次第ですよそしてこちらがアジアンタム、マクロフィラム、ミクロフィラム、どっちだったかな。新しい葉っぱがピンクで出てきて徐々にグリーンに変わるアジアンタムなんですけれど、実験しておりまして、こっちはね水ゴケ鉢っていう方法で植え替えしたもので、水ゴケ鉢の動画またどっか探してみてください。同じ時にこちら何だったっけ、ベラボンと、これもベラボンプレミアムと無機質ミックス用土で、ここの中に軽石と水を敷いて湿度を常に高めた状態でってやってたんですけれど、こちらはね3月の上旬までずっと1枚2枚をキープしていたんですけれど、この春水やりを忘れてしまいまして、あとちょっとで暖かいベストシーズンに入ったのに残念ながらごめんなさいっていう感じです。こっちの水ゴケ鉢に関しては外から見ても分かるようにすごく根っこがバチバチに張ってきて、いい感じじゃん、中からも新しい葉っぱが続々と上がってきているんですけれど、透明鉢問題で水ゴケに藻が生え始めたので器を変えたいと思います。用土どうしようかな、悩みどころだね。な感じかな。じゃあベラベラ今日喋ったんでね、この後これを調理食べない植え替えしていきますじゃーん、根鉢、これを少しだけほぐして、これは無機質、そのまま無機質にいこう。無機質ももうくずくずにはなってる。原型は特に赤玉が崩れてるね。赤玉が崩れてますな。崩しちゃいたいとこですけど、ようやく3年目に入って取り戻してる感じあるんで、無機質のまま鉢増しでいこう。崩さずな、かわいそうだな。よいしょよいしょ。
しょ。ほう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 、こんな感じでいいでしょう。天日干しした再利用の用土なので、炭とかベラボンが 0. 何パー入ってる。鉢増し終了。水あげて終わり。よいしょ。次はこのアジアンタムいきましょう。外側を水ゴケで保水して水ゴケ鉢を作って、その中に無機質で入れる。どや最初1年ぐらいはこの水ゴケ鉢にしといて、水ゴケとハーフハーフっていうのかな、622にベラボンは入れたいと思います。ぎっしょぎしょになるかな、びしょびしょになるかな。ベラボンを混ぜて、この水ゴケ鉢にもっと水ゴケペタンコにして、徐々に無機質、オール無機質というか無機質ベラボンでもいいんですけど変えていけばいいんだと思って、次の植え替えの時にペロって剥がしやすいようにねしといて、この保水が良かったね。だけどどうしよう、この水ゴケにバチバチ根っこが張っちゃってポロって水ゴケを外して植え替えればいいよねとかって確か言ってたと思うんですけど、次の植え替えの時にペロって剥がしやすいようにね。水ゴケに根っこがバチバチで、あれしまった、後が大変だ。そうなるよね、結局こうなるよね。結局水ゴケを外す時にバチバチに根っこをカットしちゃったから、あら、まあこれはもうきれいに洗おうかね。洗おうか。また振り出しに戻っちゃった。あらこんな感じでぐじゅぐじゅギトギト、あと匂い、そうだね、ここの上の方はそんなに劣化は感じないですけど、水が溜まってる部分は特に劣化を感じますね。地底ネット敷いて水をねバシャバシャあげるんで、炭入れて
寝腐れ防止、通気性の向上、なんかわからんけどなめくじとかね、保温効果もあるんだ冬は。根の張りを良くしますって書いてある。じゃこれでよいしょ。ふわふわ、広げて広げて、ふんわり広げて。いい感じ。いい感じじゃん。もっと入れとく。うわ、バランスもいいんじゃないの。うわ、いいんじゃないの。うわ。